こんにちは、エレキチです。この動画から電子回路の基礎を扱う電子工作シリーズ第2弾のシンプルなトランジスタアンプを作るという新シリーズを始めたいと思います。前回までの動画でトランジスタと抵抗とコンデンサーをそれぞれ一つずつ使った最小構成、ミニマムな構成のエレキチアンプ1号を作ってきました。でもこのアンプは最小構成の回路で動くアンプにしているので、出力も小さく音もあまり良いとは言えません。そこで今回のシリーズではこのミニマムなアンプを改良するところから始めて、より良い音、より大きな音が出るシンプルなスピーカーアンプ、エレキチアンプ2号を作っていきたいと思います。でもこのシンプルなアンプを使うとはいえ、オーディオアンプに必要な RC 結合、エミッターフォロワー、電流基幹バイアス、そしてインピーダンスや電流源や電圧源に関する知識など、オーディオアンプに関わる様々な内容を扱っていきたいと思います。この動画シリーズでも電子回路初心者のエレキチ少年が回路を理解し、自分で設計できることを目指して、そこに至る道筋を説明していく内容を扱いたいと思いますので、初心者の方でも楽しんでいただけると思います。わかりやすく説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の動画シリーズは前回のシリーズで説明したことをベースにしていますので、必要に応じて説明欄のところにあるリンクから以前に公開した動画をご覧ください。では始めていきましょう。今回はエレキチアンプ1号の問題点の一つであるスピーカーに流れる直流成分についてお話ししたいと思います。この動画を見れば、なぜスピーカーに直流を流してはいけないのか、また直流が流れないようにするためにはどうしたらよいのかが分かりますので、どうぞ最後までご覧ください。この動画シリーズではエレキチアンプ1号の問題点について説明し、解決策を示しつつオーディオアンプとしてより良いものを作っていきたいと思いますが、この動画から始まる新しいシリーズの出発点である前のシリーズで作ったエレキチアンプ1号の回路を確認することから始めましょう。これは前の動画シリーズの005の動画で作成した一石アンプ、エレキチアンプ1号の回路図です。最終的に006の動画で作ったエレキチアンプ1号の完成形の回路は自己バイアス方式ですが、今回は解説を簡単にするためにこの固定バイアス方式の回路からスタートして、これを改良する形で話を進めていきます。このアンプは前のシリーズでやってみた通り、ちゃんとスピーカーを鳴らすことができるのですが、実はこの回路はスピーカーに音声を出力する部分があまり良くない構成になっています。というのは、この回路ではスピーカーに直流が流れてしまうからです。どういうことでしょうか。この回路では入力に0を中心に振動する音声信号と、バイアス回路から供給されるバイアス電流が足し合わされた電流がトランジスタのベースに流れ込みます。それでベースに入力される電流の振動の中心は0ではなく0より高くなっています。この電流がそのまま増幅された形の電流がコレクターに流れますから、当然コレクタから出力される出力電流の振動の中心も0より高いところに来ます。別の言い方をすると、この出力信号はバイアス電流を増幅した直流成分と音声信号を増幅した交流成分を足し合わせたものとなっています。この回路ではそのような信号を出力するコレクタに直接スピーカーがつながっていますので、スピーカーにはその交流成分と直流成分の両方を含む電流が流れることになります。そうなるとどうなるかですが、スピーカーの振動板の振動が本来あるべき中心位置、想定された場所とは異なる位置で振動することになります。スピーカーについては電気的な要素や磁気的な要素、また機械的な要素など様々なことが関係しており、厳密な動きについてはここではお話しできないんですけれども、ここでは
スピーカーに直流を流した時に起こる問題をイメージするために、電圧の変化に応じてスピーカーの振動板が動くと仮定して、その動きをイメージしてみてください。振動板はプラスの電圧がかかると右方向に移動し、マイナスの電圧がかかると左方向に移動するとします。そしてその移動量は電圧に比例するとしましょう。1ボルトかかると1ボルト分振動板が移動し、2ボルトかかるとその2倍移動するとします。このように動くスピーカーに直流成分を含まない信号、つまり振動の中心が0ボルトである音声信号をつないだとします。例えば上の図に記しているような0ボルトを中心にマイナス1ボルトからプラス1ボルトまでの間で電圧が変動するピークトゥピークで2ボルトの信号をかけると、その電圧に応じてムービングコイルが振動し、スピーカーの振動板が振動して音が出ます。スピーカーはこのように振動の中心が0ボルトの信号を入力して使うことが想定されていて、このような信号を与えたときにスピーカーは設計者が意図した通りの動きをします。ではこのスピーカーに直流成分が含まれる信号をかけたらどうなるでしょうか。例えば下に記したような振動の中心が0ボルトではなく5ボルトの信号をスピーカーにかけたとします。この5ボルトの直流成分と音声信号のピークトゥピークが2ボルトの交流成分を含んだ信号を入力すると、スピーカーの端子にかかる電圧は4ボルトから6ボルトの間で変動します。そうするとスピーカーの振動板はどの位置で振動するでしょうか。当然振動の中心が5ボルト分右に移動したところで振動することになります。そうすると振動板の右方向の可動域が狭く、逆に左方向に可動できる範囲は大きくなり、振動板は右の方へは動きにくく、左の方に動きやすくなるように思えます。こうなると振動板は電圧に比例した動きをせず、出力される音が歪んでしまうことが考えられます。エレキチアンプ1号ではこの直流成分を含む信号をスピーカーの出力端子に出力してしまっているのです。では直流成分がスピーカーに出力された時の状態を実際に観察してみましょう。ではまずスピーカーにかかっている直流成分の電圧を測ってみましょう。アンプの入力端子に何も入力がない無信号の状態の時に、アンプから出力される電圧は出力信号の振動の中心電圧、つまり直流成分の電圧となるはずです。それでアンプの入力に何も接続しない状態でスピーカーの両端の電圧を測って、出力信号にどの程度の直流成分が含まれているかを調べてみましょう。今無信号時のスピーカーの両端の電圧をテスターで測っていますが、だいたい2ボルト程度です。この直流電圧がエレキチのアンプから出力されているということです。2ボルト程度の直流電圧であればスピーカーが壊れるようなことはないと思いますが、この電圧が高くなるとスピーカーに大きな電流が流れて壊れるということもありますので、決して大きな直流電圧をかけないように気をつけてください。ではこの電圧がかかるとスピーカーの振動板の位置はどうなるでしょうか。確認しにくいかもしれませんが、何もつながない状態での振動板の位置と直流電圧がかかった時の振動板の位置を比較してみましょう。今スピーカーには電圧がかかっていない状態です。スピーカーに直流電圧をかけた状態と電圧をかけない状態を交互に繰り返してみますので、スピーカーの状態に注目してください。スピーカーのコーンが少し飛び出したのが分かったでしょうか。振動板が少し飛び出したのはアンプから出力される直流成分の電圧により振動の中心が移動してしまったからです。
こうやって見てみると、確かに直流電圧がかかると振動板が定位置からずれてしまうことがわかります。今見たようにエレキチアンプ1号ではスピーカーに直流が流れてしまって振動板が中心位置からずれた状態で動作しています。スピーカーの振動板の位置は多少ずれた状態でも振動しさえすれば音は出ますので、このアンプでも一応音が出ていますが、スピーカーが適正な状態で動作しているわけではありません。直流成分が小さい場合にはこのように動作が適正でないという程度で済みますが、大きな直流電流が流れると振動板が可動範囲を超えてしまったり、スピーカーのボイスコイルが焼き切れてしまったりしてスピーカーが壊れてしまうこともあります。それでスピーカーを駆動する回路を設計するときには、基本的にスピーカーを壊さないようにし、かつスピーカーの能力を最大限生かすためにスピーカーには直流を流さないような回路を作るべきです。ではどうすれば出力信号から直流成分を取り除くことができるのでしょうか。これまでこのチャンネルの動画を見てくださった皆さんはピンときたかもしれませんが、直流を取り除く部品といえばコンデンサーです。カップリングコンデンサーについて説明した004の動画で、コンデンサーを用いれば直流成分を取り除いて交流成分のみを通すことができるということを説明しました。ではエレキチアンプの出力にどのようにコンデンサーを入れたら直流成分を取り除けるのでしょうか。入力部分についている100マイクロファラッドのカップリングコンデンサーは直流を通さず交流のみを通すので、これと同じような形でスピーカーのところにもコンデンサーを追加すれば直流成分を取り除くことができるようにも思います。それでコレクターとスピーカーをつなぐ線のところにコンデンサーを入れてみるとこんな回路になります。でもこの回路は動作しません。というのは、トランジスタは001の動画で説明した通り、電源から供給されるコレクタエミッタ間に流れる強い電流をベースに流れる弱い電流で制御する素子で、コレクタエミッタ間に直流電源からの強い電流が流れる状態としなければ動作しないからです。その電源から供給される電流がこの回路ではトランジスタのコレクタに流れ込むことはありません。なぜならこの回路につながれている 5V の電源は直流電源で、その電源とコレクタを接続する経路にコンデンサがあって、そのコンデンサは直流電流を通さないからです。これではコレクタ電流が流れず回路は動作しません。この回路が動くようにするためには、電源からコレクタに直流が流れる経路を作る必要があります。どうすればよいのでしょうか。この赤の点線の部分を接続したらどうなるでしょうか。このようにつなぐと確かにトランジスタのコレクタに直流が流れるようになります。でもこの回路で音声信号はどうなるでしょうか。これを考えるために、この左の回路の緑の線で囲まれた部分に流れる電流について考えてみましょう。右に書いている回路は今考えている左の回路の緑の部分と等価な回路です。左の回路の赤い線で直結した部分には抵抗の記号はありませんが、説明のために右の回路では直結しているのと同じである0オームの抵抗の記号を書いています。またスピーカーは抵抗ではありませんが、シンプルに考えるために8オームの抵抗とみなして考えることにします。この右の回路でスピーカーがつながっている右側の経路と直流を流すための左側の経路のそれぞれの経路にどのような電流が流れるかを考えていきます。このアンプのトランジスタの
コレクタに流れる電流にはこれまで見てきたように直流成分と交流成分の両方が含まれていました。つまりここに赤矢印で書いている電流には交流成分と直流成分の両方が含まれています。この両方の成分を含む電流がこの回路の上の方から入ってきて2つの抵抗に向かう分岐点で電流の流れが分かれてそれぞれの経路を通って流れてきた電流が再びコレクタの上で合流してコレクタに流れ込みます。この左側の経路と右側の経路の分岐点でそれぞれの経路にどのように電流が分かれるかを知りたいわけですが、それを考えるときに難しいのが交流成分と直流成分では流れる経路が異なるということです。僕が電子回路を学び始めた頃、これを理解することがとても難しく思いました。電流に含まれる成分ごとに流れる電流の経路が異なるっていうのはどういうことなんだろう。そのような流れ方をするとすれば、流れる電流をどうすれば求められるのだろうと思いました。これについては次回の動画でさらに詳しく説明する予定ですが、簡単に言うとコレクタに流れる電流を直流と交流の2つの成分に分けて、それぞれの成分の電流がどこにどの程度流れるかを考えて、同じところに流れる各成分の電流を足し合わせると実際に流れる電流を求めることができます。それで今日のところはそうなるという前提で直流と交流の2つの成分に分けて考えて、この回路の左と右の経路にどのように電流が分かれて流れるかを考えてみましょう。まず直流成分について考えてみます。直流成分が右の経路を流れないのはすぐに分かります。コンデンサーがあるので直流は流れることができません。それで左と右の抵抗値が何オームであっても直流成分はすべて左の経路を流れます。では音声信号である交流成分はどうなるでしょうか。残念ながらこの回路ではスピーカーがつながっている右の経路には電流は全く流れません。どうしてでしょうか。まずこの回路のコンデンサに目を向けてみましょう。今考えている右の回路にあるコンデンサーはスピーカーに流れようとする直流をカットし交流だけを通すためのものなので、普通音声信号を減衰させることなく通過させることができる静電容量の大きなコンデンサーを使います。そうすると音声の交流信号に対するコンデンサのインピーダンスは非常に小さくなるので、交流信号に対してはこのコンデンサのインピーダンスは0とみなして差し支えありません。そうするとこの右の回路は左の回路に書いているような0オームと8オームの抵抗が並列接続されたものとみなすことができます。今考えたコンデンサのインピーダンスについては004と005の動画で詳しく説明していますので、ご覧になりたい方は説明欄にあるリンクからそれらの動画をぜひご覧ください。ではこの左の回路でスピーカーに流れる電流、つまりこの回路図の8オームの抵抗として書かれているところに流れる電流はどうなるんでしょうか。電気回路において電流の流れ道がある地点で分岐して2つの経路に分かれるとき、その分岐点に流れ込んできた電流はそれぞれの経路に分かれて流れていきますが、それらの経路に流れる電流の量は当然のことですが、抵抗が小さい経路には多くの電流が流れ、抵抗が大きい経路には流れる電流が小さくなります。このように電流が分かれ道で分かれることを分流と言いますが、電流が2つの経路に分流するとき、その2つの経路に流れる電流の比はその抵抗あるいはインピーダンスの逆比となります。これを分流の法則と言います。
例えば仮にこの回路で左側の経路に0オームではなく1オームの抵抗がついているとしましょう。そうすると左側と右側の経路の抵抗の比は1対8になりますから、電流の比は8対1となります。右側の経路と比較して左側の方が抵抗が8分の1なので8倍の電流が流れるのは当然です。そうすると先ほどから考えている左の経路の抵抗が0オームでスピーカーを経由する方が8オームである回路ではどうなるでしょうか。流れる電流の比は左が8でスピーカーの方が0となります。電流の比が8対0ということはスピーカーには全く電流が流れないということです。交流成分の電流はこのように分流するのでスピーカーに電流が流れないのです。ということはどうすればスピーカーに電流を流すことができるでしょうか。この回路で右側の経路に電流が流れないのは左の経路の抵抗値が0で全ての電流が左の経路を流れてしまうためなので、この0オームの抵抗のところにある程度の大きさの抵抗をつければ右の経路にも電流を流すことができます。ここでスピーカーと並列につける抵抗の抵抗値を RL とすれば、左の経路と右の経路に流れる交流成分の電流の比は8対 RL になります。このような回路にすると電源から直流電流をコレクターに供給すると同時にスピーカーに直流が流れないようにすることができるのです。このように抵抗とコンデンサを接続して増幅回路の出力から直流成分を取り除くこの形は、抵抗を意味するレジスターとコンデンサーを意味するキャパシターの頭文字を取った RC 結合とか CR 結合と呼ばれます。この RC 結合は増幅回路でよく使われますので、この形の回路を見たら今考慮したことを思い出されてください。ということでスピーカーに直流成分が流れないように回路をこの形に変えることにします。あと残る問題はスピーカーと並列に入っている抵抗 RL の抵抗値とスピーカーに流れる直流成分を取り除くコンデンサー CC の静電容量ですが、これらの最適値を求めるのは次回の動画以降ですることにして、今回はとりあえず動くという状態にまで持ってきてスピーカーに直流成分がかかっていないということを確認するところまでいきたいと思います。まず CC のコンデンサについては、とりあえずこのアンプの入力部分についているカップリングコンデンサーと同じ100マイクロファラッドにすることにします。低音が出にくいということがあったとしても、とりあえず音は出ると思います。それから RL の抵抗については、抵抗値が変わると出力がどのように変わるかを知るためにいくつかの抵抗を試してみて音が出るものを探すことにしましょう。ではまず手持ちの抵抗の中で抵抗値がちょうど真ん中くらいの 1kΩ を試してみましょう。では音を出してみます。音は出ますがとても小さいですね。では次に 10kΩ をつけてみます。音が出ません。抵抗が大きいとダメなのかもしれません。では逆に先ほど小さな音が出た 1kΩ よりもさらに小さい 100Ω に変えてやってみます。一応音は出ますが、音はとても悪いです。それでは 100Ω と 1kΩ のだいたい中央値の 470Ω を試してみましょ
やってしまいました。抵抗を交換するために外そうとした100オームの抵抗がやけどしそうなくらい熱くなっていました。抵抗は電気を熱に変換する素子で、その熱は外に放出されて捨てられるので、かなり高い温度になることがあります。今作っている回路で100オームの抵抗に5ボルトがかかったとすると 50mA、0.05A 流れますから、抵抗での消費電力は 5×0.05 の 0.25W なので、定格の4分の 1W の抵抗だとするとギリギリ収まりそうですが、気をつけた方がいいですね。電源電圧が 5V を超えていることもありますし、定格を守っていたとしてもやけどの危険があります。それでもし皆さんもこの実験をされるときには、抵抗の定格とやけどに気をつけてください。では気を取り直して470オームをつけてみます。100オームの時よりも音が少し小さいようです。音質は悪く、100オームの時とほとんど変わらないので、大きな音が出る100オームに戻します。先ほど使った抵抗は定格がギリギリだったので、代わりに定格2分の 1W の抵抗を使っています。小さな値の抵抗の方が音が大きくなって良いようなので、もっと小さな抵抗を試したいところですが、そうするには定格の大きな抵抗が必要なので、今日のところはここまでにして100オームを使うことにしたいと思います。では、直流成分が取り除かれているかを確認するために、無信号時のスピーカーの両端の電圧をテスターで測ってみましょう。電圧は 0V ですね。直流成分はちゃんと取り除かれています。この回路でスピーカーには直流成分が流れないことを確認できました。今回作成したスピーカーに直流成分の電圧がかからないようにした回路がこの回路です。音が悪く音量も小さいですが、電源からの直流電流が100オームの抵抗を通って流れ、一応音が出るということは確認できました。また、無信号時にスピーカーに電圧がかかっていないということも確認できましたので、直流をカットすることもできています。問題は抵抗やコンデンサーの定数です。この抵抗値や静電容量をどうすればよいかについては、次回以降の動画で説明したいと思います。今回はスピーカーに直流を流さないようにするための RC 結合について説明しました。今回作った回路は音質や音量に問題はありましたが、回路の形としてはこの回路でスピーカーに直流が流れないようにすることができます。この RC 結合の回路は直流をカットする基本的な形で電子回路を学ぶ際にはよく見かけますので、今回の動画で扱ったことを覚えておいていただくときっと役に立つと思います。でも残念ながら今回作った回路の出す音は非常に小さく、音質も悪いものでした。このチャンネルで公開した003の動画を見た方はすでにお気づきかもしれませんが、実はこの回路にはふさわしいバイアスがかかっていません。というのは、今回作った回路についている 2kΩ のバイアス抵抗は回路の元となった以前の回路で8オームの負荷がコレクタにつながっているということをもとに計算したもので、今回行ったコレクタ部分に接続された部分の回路の調整を反映していないからです。それで音を改善するためにはこのアンプのバイアス抵抗を計算し直す必要がありますが、そのためにはアンプの交流部分と直流部分を分離して、そして計算する必要があります。次回の動画ではこれらの点についてさらに詳しく説明し、この回路の構成で
最善の音が出るアンプを作っていきたいと思います。この知識はアンプを作るのに不可欠なものですので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。